皆さんこんにちは。フォーサイスケ三男右京と六男青葉とご覧のいぶきです。今回の動画はちょっと視聴者のねみんなからさすがにシドニー組ちょっと外で撮影して街並みとか見せろやっていうコメントがね。もうめちゃめちゃ多かったですよね。そうで俺たち YouTube 始めたのが去年のコロナの自粛中の時で、あの時は全然外出れんかったけど室内でね撮影しようったんだけど、まあ確かに今は出れるわと思って、で今回はちょっと初めてシドニーの外で撮影したいと思います。あらー、シドニーでやる、外でやるって言ったら何をする？ホッケーホッケーじゃないわ。クリケットクリケットじゃないよ。なんでスポーツや。シドニーの顔といったらオペラハウスでしょ。あと隣にあるハーバーブリッジ。そうそう、もうシドニーの二大巨頭と言われるやばいスポットがあるんですよ。そこのスポットを私たち3人で、攻めていこうと思います。それではLet's get on to it! オーストラリアではマスクつけるんですか？オーストラリアは交通機関の中だけマスク着用が義務付けられてて、外は大丈夫です。これマスクつけろ。密接したところとかそういうところ面白いですね。はい、皆さんこんにちは。ここオペラハウスが拝める駅、そう、サーキュラークウェイことサーキュラーキーに着きました。ではもうオペラハウスを拝みにレッツゴー。じゃあただ歩いとくのもなんなんで、ちょっとファンから届いた質問にね、答えていこうと思います。はいはい、カモンカモン。オーストラリアはチップ制ですか？チップあるんですけど、別にそのマンダトリーじゃないんですよね。なんか接客が良かったら払うみたいな、まあ俺みたいにね接客が上手な人は、まあ、チップいっぱいもらえますよね。そう、アメリカみたいにチップ制度で絶対払うみたいな感じじゃなくて、オーストラリアはもう払いたかったらあげるみたいな。いい接客とかナイススマイルとか。いぶきはチップとかもらったことあるの？もうチップもらいの息吹って言われとって、もうお客様にこの洗練された筋力を見せることでチップをもらう最強の息吹。シドニーの交通機関で使う IC カードのようなものはありますか？あります。シドニーではもうIC カードがオーパルカードって呼ばれてて、まあ、こんな感じになるんですけど、まあ、俺も、学校とかよく行くんで、よくバスとか電車でもよく使ってます。オーストラリアも挨拶の時はほっぺにキスをしますか？いや、オーストラリアは、まあ、イタリアとかで使ってその文化的にそこまでアグレッシブじゃないんだけど、する人はいる感じです。まあする人はいるから、まあ、麗しい女性の方は僕のほっぺはいつでも開いてますよ。シドニーは治安はいいですか？そうですね。いいっすね。シドニーの治安はめっちゃいいんですけど、交番とかあんまり見かけないんで、もし落とし物とかした場合はもう絶対帰ってこないと思ってください。子供前電車に財布忘れて帰ってこなかっシドニーでそれはお前がバカ。た。おー、ついにあれがオペラハウスか。オペラハウスって何なん？オペラハウスはもうシドニーのてかオーストラリアの最大的めっちゃ有名な建造物で、同時に世界的有名なコンサートホールでもあるわけ。まあ年に2000回以上中でオーケストラみたいなのが公演されとってまあチケットはだいたい50ドルから200ドル。200ドル？そう、まあ、50ドル公演にもよります。なのでもう興味ある人はもうシドニー来た時にホームページからチケットを買ってくださいね。青葉は、まずオペラハウスの独特な形を見てまず何を想像する？でもあれ洗った食器でしょ。洗った食器でしょ。あと食器違います。まあ大体人はなんか船の帆とかを想像すると思うんだけど、あれデザインした人はみかんの剥けた皮からデザインされてるんですよね。じゃああれもうオペラハウスだってあれみかんの？そうです。ビタミン豊富。世界的に有名な建造物シドニーのオペラハウスでも建設するのに、すごい長い年月を要してしまったんですね。皆さん何年かかったか分かりますか？正解は C の14年です。いやウリと同じじゃないかい。そうなんです。当初の予定より10年もかかってしまったんですね。バレ遅いやないかい。あと豆知識としてオペラハウスは世界で2007年に世界遺産に登録された、世界で一番新しい、文化遺産の一つなんですね。やばいっすよね。行こう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 。で一番大事なのが、シドニーって毎年6月にビビットシドニーって言われるオーストラリア最大のイベントがあるんですよ。それもビビッとなっていいな。
そうですね、もう体がビビッとくるようなやばい祭りで、というのももうイルミネーションともう爆音な音楽で悲しまれる最高のイベントなんですよね。でその夜になるとオペラハウスのみかんの皮の部分にプロジェクトマッピングっていうそのアートが映し出されるんですよね。もうそこはもう最強のデートスポットとして有名で、前回はうっくんと行ったんですよね。だからちょっと嫌そうなんや。だから今年は美女の皆さん僕と行きましょう。僕とも行ってもいいんだよ。お前はダメだ、あともう一つ、そのビビットシドニーは2021年は8月に開催されるので、美女の皆さんチケットやねオーストラリアに8月の前に来て、一緒に行きましょう。行きましょう。オペラハウス観光にね来た時にはね、オペラハウスだけじゃなくて、俺の後ろにそびえ立つこのハーバーブリッジも見どころの一つなんよね。これは1932年に9年もかけて建てられたすごいでかい橋で、すごいでかい橋すごいハーバーブリッジですごいブリッジなんですよねこれ。すごいブリッジだろ。すごいブリッジやな。そうで、ビビットシドニーの時もそうだし、ニューイヤーズイブの花火の時もそうなんだけど、花火の時なんかもう橋のアーチのそこら中から花火がパパ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 ーンって出て、ビビットの時なんかそこからライトがピン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 って出て、すごい存在感のあるハーバーブリッジとなっております。でアーチがすごいもうしなっとるだろ、あれ世界で2番目に長いアーチになっとるよ。2位なんですね。そうで、アーチをお金を出したら歩けるし、写真も撮れるし、アーチの上ですか？そうそう、アーチの上で写真を撮られる。これの写真がこちらです。であと、なんて言ったってシドニーとノースシドニーをつなぐ大事な架け橋になっとる。電車も通っとる、バスも通っとる、車も通っとる、俺も通れる。俺は通ったことはある。そう車で。じゃけんね、シドニーに来た時は皆さんぜひハーバーブリッジ散歩してみてください。30分ぐらいでノースシドニーまで行けます。だけんね、デートスポットにもいいし、すごい運動にもなる素晴らしい橋となっております。おお、今度歩いてみるか。歩こう。今から行こう。歩くしかないな。行こう行こう。おすすめのカフェは？おすすめのカフェはいっぱいあるけど、シドニーのカフェで有名じゃけ、ここら辺で一番有名なのはね、俺のおすすめのカフェはこの美術館の中にあります。うわレッツゴー。ユニークな形のカフェに行きます。ファンシーなカフェに着きました。ここが俺の、オペラハウス近辺のおすすめのカフェです。オペラハウスも見れて、でこっちはねハーバーブリッジも見れる。ハーバーブリッジですね。そうじゃけ、シドニー観光に来た友達とか家族におすすめしよるね。いつもここでコーヒー飲んで、景色めっちゃいいし、コーヒーも美味しいし、でコーヒー飲み終わったらいつもここで写真撮る。いや、これは最高のスポット。半端ないね。そう、ちょうどこのハーバーブリッジとオペラハウスの間で写真撮る。おお、ベストスポットインシドニーですね。皆さんも来てください。行きます行きます。どっかいいじゃんお前。今日は、ハーバーブリッジとオペラハウスの方を紹介させていただきました。そうですね、もうシドニーの顔なんで、これ見てオーストラリアに興味持った人はもうぜひシドニーに来てみてください。この動画を見て最高だと思った人は、高評価とLIKE とサブスクライブと、コメントの方をめっちゃ送ってきてくださると嬉しいです。では次はもうフェリーとかめっちゃ乗るんで、また次の動画でお会いしましょう。それではさようなら。 See you later.